皆さんこんにちは。Welcome back to my channel. シュヤジャパニーズのシュヤです。さあ今日はなんと友達の家に来てます。そう、僕はインドネシア人の友達がいるんですけど、彼はすごく日本語を上手に話すので、インタビューしていきたいと思います。それでは、Let's go! はい、それでは今日はショーンに来てもらいました。こんにちは。ショーン、じゃあまず最初に軽く自己紹介を英語と日本語でお願いしてもいい？ Okay. My name is Sean. I'm from Indonesia. I'm a half Indonesian and Taiwanese. And now I'm studying at Japanese language school in Japan. ショーンです。21歳です。僕はインドネシアと台湾人のハーフで、今日本語学校で勉強してます。そう日本語学校で勉強してるって言うけどさ、日本語ってさ、どう？難しい？インドネシア人にとって。いや、難しいっていうか、全然難しくないと思う。それはなんで？僕に対して。なんで？いや、だからインドネシア語ってさ、なんかそのままフラットなんか、イントネーションとか、ほとんどないからさ。あ、そうなんだ。なるほど。日本にはもうどれぐらい住んでるんだっけ？今はね、もう、ほぼ2年半ぐらいかな。長いね。日本の生活はどう？楽しい？楽しいよ。全然楽しいけど、たまにいろいろあって、なんか困る時が来る。あ、本当？何に対して？何がさ、難しい？日本にいる上で。いや、なんか、丁寧な表現とか、敬語。敬語はマジむずいよね。それはちょっと、まあ、日本語、まあ、普通の日本語では全然大丈夫と思うけどさ、敬語とか、まあ、どうせ日本人にとってもなんかむずいじゃん。そう、敬語はね、本当にね、日本人にとっても難しいから、マジ覚えるの超大変だよ。そう。漢字とかは楽？漢字全然好きだよ。全然好き？なんか漢字を書くと、なんか心が落ち着くって感じ。あ、そうなんだ。じゃあ今日はショーンにめっちゃいろいろ質問していくから、大丈夫？OK, ready? 行こう？ OK, let's go! そう、じゃあまず聞きたいのが、ショーンが日本語を勉強し始めた理由、何かきっかけとかなんかあった？なんか最初には日本の映画を見て、なんか日本語がかっこいいかなと思って。日本語どこら辺がかっこいいと思ったの？いや、なんとなくなんか、なんか言い方が、ただかっこいいと思ってたっけ？ただなんとなく普通にかっこいいって思ったから日本語を勉強し始めたのね。そう。なるほど。最初はさ、どうやって勉強したの？まあ最初には、映画の言葉を真似して、なんか何回も繰り返してたって感じ。聞いて、真似して、なるほど。もうどのくらい日本語は勉強してるんだっけ？まあ一生懸命勉強するのは2年前かな。2年前かな。2年前か。でも日本語はずっと聞いてた？ちっちゃい時に。そう。なるほどね。もう中学生ぐらいからずっと日本語聞いてた。そう、なんか、小学校5年生の時5年生からか。ってことは今11歳ぐらいからずっと日本語を勉強してた。そう。なるほどね。なんでさ、そんなにさ、日本語をさ、一生懸命勉強できるの？普通に日本が好きだから。まあ確かに。そう。なるほどね。日本が好きだから、日本語に興味あって、一生懸命勉強してた。なるほど。でさ、日本に来てみてどう？そのさ、日本語話せるようになったりとかさ。まあ最初にはもちろん恥ずかしかったけどさ、でも、もう2年半ぐらい住んでて、もうあんまり恥ずかしくないって感じ。なるほど。もう普通にだって日本人とコミュニケーション取れるもん。もう慣れたって感じ。日本に来た時はさ、コミュニケーションどう取れた？まあなんとなくなんか50%ぐらい。半分ぐらい。そう、半分ぐらいかな。なるほど。で、どんどん日本で生活していくうちに、日本語が、なんていうの、自然に身についたってこと？そういう感じかな。はい、次は、ショーンに、なんでそこまで上手くなったのか、日本語上手くなったのか、とか、なんで日本語をそんなに話せるようになったのかってのを聞きたくて、ショーンめっちゃ日本語話すのうまいよ。いや、そんなことない。いや、うまいよ。懐かしいよ。そう、だから、僕の学習者さんに向けて、何か、いい学習方法、勉強方法だったり、アドバイスとかってある？そうだよね。なんか、僕だったらさ、最初にはあんまり、日本語であんまり話せないからさ、まあ最初にはなんか、英語と日本語をミックスしても大丈夫だと思うけど、まあできるだけ
まあ日本語なんかずっと日本語だけでうん。話すようにしたらどうかなと思って。ああ、なるほど、そうそうそうなるほど、なるほど。でもさ、僕のさ、YouTube 見てくれてる人って、うん。やっぱり日本人の友達がそんなに多くない人とかさ、海外に住んでて日本語を学びたい人が多いから、なるほどそういう人に向けて自分でできるうん。学習方法って何かあったりする？あ、そうだね。なんか外国にいる人はちょっと難しいと思うけどさ、確かに確かでもできないわけないと思う。確かまあまずはさ、なんかアニメとか、に。アニメや映画映画を見たりして、なんかその映画の言葉を真似して、話してみる。そうそうそう、ん。なんか独り独り言か。言とか、あーそうそう確かにいいね独り言とかした方がいいと思う。他は？他はね、まあオンライン授業に入ってみたらどう？オンライン授業は何がいいの？オンライン授業はね、まあめっちゃ話す練習がやるじゃん。確かに確かに。そうそれでなんかもっと役に立つと思う。ああ、なるほどなるほど。じゃあさ、中級者の人って、そのやっぱりアニメとか、まあもちろん好きだけど、やっぱりさ、アニメってさ、めっちゃさ、なんか、現実的な表現がそんなまあないじゃん。確かになんか暗えとか。そうそうそうアニメはもちろん面白いけど、アニメで日本語を学ぶって結構めっちゃ難しいと思うね。うん、あの確かに。そう。確かに。あと、もちろんいい表現もあるんだけど、全然日常的に使わない表現とかが多いから、うん。そうしたらアニメ以外でなんかある？なんかドラマとか、なんか J ドラマがいい確かに日本のじゃない、ドラマ。いいんじゃない？そうそうそう。なんで？なんか映画とか、うんもっとなんか、もっと現実に使ってる言葉がよく出てくるから。確かに確かに確かに。はい。じゃあ最後にショーンに一つ聞きたいことがあって、ショーンは今さ、日本語の学校でさ、日本語勉強してるじゃん。うん、そう。でさ、それをさ、卒業したらさ、どうするの？まあ日本語学校卒業したら、日本の大学に入りたいかな。いいね。日本の大学でさ、何を学びたいの？僕、なんか経営学科学びたい。経営学びたいのか。それで日本の大学を卒業したらどうするの？まあ普通に働きたいと思う。日本で？そう。それいいね。めっちゃうん頑張って、マジで。OK、じゃあこんな感じで、僕の友達であるインドネシア人のショーンに今日は、様々な質問について答えてくれました。ショーン、マジありがとうん。う。よし、じゃあこの動画が面白いなーって思った人は、チャンネル登録と高評価お願いします。お願い。それではじゃあ次のビデオで会いましょう。バイバイ See you in the next video. バイバイ。